JLPT 日本語能力試験を受ける予定ですか？たくさんの単語や文法を覚えたり、リスニングや読解に自信がなかったりして大変だと感じていますか？大丈夫です。このビデオでは私が JLPT を受けた時に学んだことや勉強のコツを紹介します。皆さん、こんにちは。私はニャンです。外国人で何年も日本で働いています。最初は私もたくさんの人と同じように日本語の勉強がとても難しいと思いました。でも諦めないで少しずつ勉強して今はある程度できるようになりました。皆さんの時間を節約するために私の経験を伝えたいと思います。このビデオを最後まで見て JLPT の準備に役立ててくださいね。それぞれのテストの時間はレベルによって違います。5位のセクションは主に漢字の知識をテストします。私にとっては一番点が取りやすいセクションでした。でも必要な漢字の知識がいります。やることは5つあります。正しい漢字の読み方を選びます。ひらがなに合う漢字を選びます。文に合う単語を選びます。言い換えを選びます。単語を正しく使っている文を選びます。文法のセクションでは文や文章に合う文法を選びます。正しい語順で文を作る問題もあります。読解のセクションはいろいろな長さの文章を読んで内容を理解する問題です。そして試験の後半は40分のリスニングです。いろいろな会話を聞いて質問に合う正しい答えを選びます。ではこれから一緒に試験の準備をしましょう。単語と漢字。単語を一つずつ覚えないで例文やテーマごとに覚えましょう。画像や例文、音声のあるフラッシュカードを使うと覚えやすいです。漢字は単語の中で覚えましょう。音読みと訓読みも気をつけて勉強します。忘れないために繰り返しの感覚を工夫する SRS を使うのがおすすめです。時間を節約してもっと効率よく勉強できるアプリがあります。それはもち漢字 Learn Japanese です。もち漢字は N5 から N2 までの漢字と語彙を学べるアプリです。もち漢字が特別な理由は何ですか？それはゴールデンタイムです。少ない勉強時間で漢字を長く覚える秘訣。これは科学的に効果があると言われる感覚反復の方法で、もち漢字はみんなの勉強の癖をチェックし、忘れそうなタイミングで復習をおすすめしてくれます。例えば山という漢字を学んだ時、毎日復習するのではなく1日後、3日後、1週間後などちょうどいいタイミングで通知が来ます。もちもち。もち漢字には5つの記憶レベルがあります。レベル5まで行くと6ヶ月間復習しなくても覚えています。ゴールデンタイムの他にもち漢字は語彙学習の機能も提供しています。もち漢字では JLPT の N5 から N2 まで普段の会話や IT、看護、サービスなどの専門コースも含めて8000以上の漢字と言葉を学ぶことができます。コースは10から15語ぐらいの小さなレッスンに分かれていて、テーマごとにまとめられています。単語と漢字は振り仮名、音声、絵、意味、例文がある楽しいフラッシュカードで出てきます。私、もう知っている言葉はスキップして新しい言葉に集中することもできます。教師、新しい言葉には楽しいクイズがついていて覚えやすくなっています。教師、もち漢字では
N5 から N2 までの漢字の書き練習もできます。覚えやすくなるための語呂合わせや詳しい書き順ガイドもあります。それによって正しく覚えたり、手の記憶を良くしたりできます。また、漢字の音読みと訓読み、そしてその漢字を使った言葉も学べます。さらに、よく使われる常用漢字の機能もあります。知らない言葉や漢字を見つけたとき、持ち漢字で1万語以上の言葉を調べて、後でゴールデンタイムに復習することができます。雑誌や看板、日常生活で出てくる言葉を覚えるのにとても便利です。もし便利だなと思ったら、ぜひ使ってみてください。持ち漢字は App Store や Google Play、ホームページからダウンロードできます。毎日楽しく漢字を勉強しましょう。ダウンロードリンクは下のコメントにあります。文法。文法の形を学んだら、自分で文を作ってすぐに書いて練習しましょう。一つの文法ポイントにつき3つぐらいの実生活の例文と一緒に覚えると、もっと理解しやすくなります。読解。JLPT の昔の問題や答え付きの読解の本で練習しましょう。YouTube で読解の説明動画を見るのもいいですよ。聴解。毎日30分ぐらい単語の例文や会話を聞きましょう。語彙とリスニングの両方の練習になります。試験の準備がしっかりできたら、リュックを持って試験会場へ行きましょう。試験のコツ。まず、この一般的なルールを覚えてください。問題は順番に答えなくていいです。簡単な問題からやって、難しい問題は後でやりましょう。時間を無駄にしないためです。わからない問題は空白にしないで当ててみましょう。25% の確率で正解できます。空白にすると 0% です。5位、漢字セクション。時間をうまく使いましょう。語彙と漢字の問題は言葉のテストです。このセクションは20分から25分くらい使いましょう。4つの答えを見て絶対に違うものを消しましょう。そうすると正しい答えを見つけやすくなります。質問の意味と文をよく読みましょう。似ている言葉やフレーズの問題はよく見てください。読解セクション。文章を読む前にまず質問を読みましょう。早く読むことで大体の内容がわかります。そしてスキャンして大切な情報を見つけます。長い文章はキーワードに線を引いてパラグラフごとに分けて読みましょう。そうすると間違えにくくなります。それでところがこのようになどの指示語に気をつけましょう。これらの言葉を丸で囲んで探している情報を見つけやすくしましょう。大抵これらの言葉の前に大切な情報があります。しかしもう大事です。この言葉の後に大切なことが書いてあることが多いです。だからしかし20や線をつけてよく読みましょう。リスニングセクション。聞く前に質問を読んでおきましょう。聞きながらメモを取ります。時間が短いのでキーワードだけで大丈夫です。聞きながら絶対に違う答えを消して選びやすくします。リスニングの途中で集中できなくなったら、頑張って全部を聞こうとしないでください。一つの質問を飛ばして気持ちを直すことも大切です。少しの時間で心を落ち着けてまた集中しましょう。試験の日の準備とケア。試験は2、3時間あります。
途中で疲れないように気をつけましょう。試験会場の近くにコンビニがない場合もあります。食べ物を買う時間がないかもしれません。だから軽いおやつを持っていくといいです。休み時間にはトイレに行ったり、気持ちをリセットしたり、エネルギーを補給しましょう。試験の話ばかりじゃなくて、自分のことも大切にしてくださいね。試験の前日はよく寝ましょう。夜遅くまで勉強すると、次の日に疲れやすくなります。終わりの言葉。最初から完璧になろうとしないでください。言語を学ぶのは長い旅です。今日の小さな一歩が目標に近づきます。ゆっくりでもいいのでやめないで続けましょう。毎日少しでも勉強すれば昨日より必ず上手になります。これからの JLPT で皆さんが自信を持って合格できますように。